はい、セリカさんです。今回はガンダムベース限定アクションベース7ガンダムシードフリーダムイメージクリアカラーを紹介していきます。また、100均の商品とこのアクションベースを組み合わせて使う台座も作ったので、それの作り方の解説もしていきます。それではこの商品を確認していきましょう。このアクションベースは同じランナーが2枚封入されているので、2体分の台座を作ることができます。組み立ては自分でやりますが、基本はガンプラのように組み立てれば大丈夫です。パーツの見た目は変更クリアと言われるものとなっていて、一般販売されているアクションベース7とは見た目がかなり違っています。またライジングフリーダムのビームシールドも変更クリアなのですが、これとも見た目が異なっていて、アクションベースの方が濃い見た目の色合いとなっています。この商品にはデカールシールも付属してて、デザインはシード世界の組織に使われているエンブレムになっています。これらを貼って自分好みのデザインにできるので、ガンプラの組織に合わせて使うのもいいですね。組み立てができたのでガンプラを飾ってみます。飾るガンプラは HG ライジングフリーダムで、このガンプラの重さが約 82.5g でした。先に使ってみた結論を言うと、重心次第で倒れたりするので極端なポージングには向いてないです。その代わりシンプルな構造なので、直立に近いように飾るなら使い勝手はいいです。見た目もすっきりとしているので、ガンプラの見た目の邪魔にもなりにくいです。またバランスをうまくやれば1つの台座に2体のガンプラを配置することもできました。もともと2体分飾れる内容物になっているので、あまりやる意味はないのですが、近づけて飾りたい時とかにやるといいかもしれません。この2体の場合はハイマットフルバーストにすると背中の羽が重なりますが、もっとシンプルな形状のガンプラなら重なりにくいと思います。次に MGSD のフリーダムを飾ってみます。このアクションベースは MG サイズには対応してないのですが、 MGSD ならどうなるのか気になったのでやってみました。取り付けてみると MGSD のフリーダムでも普通に飾ることができました。さっきと同じように重心次第で倒れたりしますが、基本的には大丈夫そうです。ただ重いガンプラを取り付けたまま支柱を動かすのはすごくやりにくいので、そこだけ注意した方がいいです。でないとこんな目に遭うかもしれないです。折れた時はマジでびっくりして時が止まったように感じました。でも折れたものは仕方ないので、ここからは折れた軸を修理していきます。軸の修理にこの余ったパーツを使います。このパーツはアクションベース5とかに使う時の変換用パーツで、軸が太めになっています。軸の大きさを比較してみますが、かなり違いがあります。このままだと軸が太いので、この軸を削って折れた軸の代わりにします。最初はある程度の太さまでニッパーで切り取ります。この太さをヤスリで削るのは時間がかかりすぎるので、ある程度切ってヤスリで微調整するようにしました。自分は気にしないで薄刃ニッパーでやりましたが、なるべく悪くなってもいいニッパーとかでやった方がいいと思います。ニッパーで補足したら微調整のために金属ヤスリで整えていきます。削りすぎて細くなると台座と固定できなくなるので、しっかり確認しながら作業しました。それにしても台座紹介でこんな作業するとは思ってなかったですね。ヤスリ作業が終わったら折れたパーツを外して交換します。ただこの部分の分解はかなり硬いので、無理にやると折れそうだったので慎重に作業しました。折れたパーツを外したら新しいパーツで組み立てます。パーツの構造自体は同じなので、追加で加工とかは必要ないです。あとはガンプラを取り付けてちゃんと飾れるか確認します。無茶な姿勢にしても台座ごと倒れてくれているので、台座と軸の固定はしっかりできてますね。自分を反面教師にして折れないようにしっかり根元付近を持って動かしてください。修理は終わったので、次にやりたい作業をしていきます。先ほど紹介したように1つの台座に2体のガンプラを飾ることが一応できます。ただそうなるともう1つの台座が余ることになるので、これを使って2体飾れるようなものを100均の商品で作っていきます。まずは土台を用意しました。ダイソーで購入したデザインボードで、本来は壁にかけて使う商品ですね。これはただの土台で、このままだと何もできないので、これに色々と追加していきます。まずは土台の足を作っていきます。なるべく安く済ませたかったので、アクションベースの余ったランナーで足を作りました。どうせ捨てたりリサイクルに出すだけなので、使えるところは使っておきます。映像のように十字架っぽい見た目に切り取ります。なのでランナーから切り取るときは十字になっている部分を見て切り取りました。この形状には理由があって、台座の穴の大きさとランナーの太さが違うので、ただの棒状にするとすり抜けてしまいます。足の形状を十字架にすることですり抜けないようにしました。作った足は台座の穴に入れてマスキングテープで固定します。身近にマスキングテープがあったのでこれを使ったのですが、セロハンテープやガムテープなど固定できれば何でもいいです。あとは端の4箇所に同じように固定
定します。固定したらひっくり返してちゃんと立つのか確認します。グラグラして不安定ですが立っているのでこのまま進めます。安くするためにランナーを使いましたが、安定させるなら太い木材とかを足にした方がいいですね。次に台座の表面の見た目を変更します。台座の見た目はそのままだと少し寂しいので HG ライジングフリーダムクリアカラーのパケをコピーした紙を貼り付けます。ちなみにコピーはコンビニでやりました。コピーした紙は両面テープで固定していきます。液体のりとかでやってもいいのですが、剥がす時に面倒そうなので両面テープでやりました。両面テープに貼り付けるだけなので特に難しい作業とかはないです。紙の大きさは A4 サイズでほぼぴったりでした。ちょっとだけ紙が台座からはみ出していますが、その分はハサミで切って合わせます。貼り付けが終わったら次の作業をしていきます。次に片方のアクションベースの台座に穴を開けますが、この穴は固定用の支柱を通すための穴です。台座の裏側なので見た目とかあまり気にしなくていいと思います。相変わらずニッパーで強引にやっていますが、ドリルとかあるならそっちでやった方がいいです。左右にガンプラを配置する予定なので横の2箇所だけ開けました。ガンプラを固定する支柱にはダイソーで購入した太さ 3mm の自在ワイヤーを使います。色の濃さは違いますがアクションベースと同じブルーにしときました。曲がりくねっているので正確ではありませんが、だいたい20センチぐらいの長さで切ってこれを2本作りました。このワイヤーの材質はアルミでプラモ用のニッパーでは切れないのでちゃんとした工具を使って切断します。ワイヤーを切ったら飾りたい箇所の位置決めをしていきます。アクションベースに開けた穴とデザインボードの穴が一致するところを選んで決まった位置にワイヤーを通します。動画だと先にコピーした紙を貼ったので穴同士が一致する箇所を探すのが難しかったです。デザインボードにコピーした紙を貼る前にある程度の目星をつけておいた方が良かったとこの作業中に思いました。位置決めをしてワイヤーを通したら最後に木ネジでワイヤーを固定します。これはセリアで購入しましたがダイソーでも似たようなものが売っています。ワイヤーをデザインボードに這わせてからそれをネジの頭で固定するように取り付けていきます。1個だけだとさすがに無理なので3個の木ネジを位置をずらして取り付けます。本当は股釘みたいな U の字型のもので固定できればよかったのですが、近所の100均に売ってなかったのでこの方法にしました。これを2箇所ともやったら完成です。あとはこれにガンプラを取り付けてみましょう。ここまでやると1体だけでも普通に倒れることなく飾ることができました。もはやアクションベースが見た目だけの台座としてしか機能してないです。むしろ下の絵が見えなくなるのでアクションベースは必要ないかもしれないですね。それじゃあ最後に2個のアクションベースを使ってフリーダムだらけにしてみましょう。 MGSD フリーダムをマイティストフリにできればより見栄えは良さそうですが持ってないのでできませんでした。今回は1個のアクションベースに2個のガンプラを飾れるようにしてみましたが、本来の使い方ではないはずなので自己責任でやってみました。これで動画を終わりにします。このアクションベースはシンプルで使いやすい商品なのでシード系のガンプラを飾るのに使ってください。またこちらの動画では一般販売品のアクションベース7と100均のディスプレイベースの使い勝手を比較しているのでよかったらご視聴お願いします。あとこの後にトップコートの光沢と艶消しを吹き付けた結果を10秒くらい映すので気になったら確認してください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。